こんにちは、萌えです。今日のテーマは聞かれたくないことを聞かれた時どうするです。日本で生活していると時々少し困る質問や話題をされることはありませんか？例えば、結婚してるんですか？なんで前の会社辞めたの？なんか太ったねとか、日本語学校や教科書でそんな時どうするかなんて授業はなかったよななんて思っている方、今日のポッドキャストをぜひ聞いてみてください。まず日本では世代によってプライベートなことを聞くのが普通だったり、関係性によって体型の話題を出したりするのが普通だったりすることがあるんです。結婚や子供、年齢、仕事、体型、このあたりは最近の傾向としては避けられるようになっているんですが、人によっては普段の話題で出す人もいます。でも、これ日本人同士でも世代だったり関係によっても失礼だなぁと感じる人がいます。皆さんは日本で聞かれたくないことを聞かれたとき、どうやって乗り越えていますか？これはきっと日本では普通の話題だから答えなきゃとか思わなくて大丈夫です。全部の質問に答える義務はありません。先ほど話したように日本人の中でもそれ聞くと思うこともあります。逆に私ももしかしたら誰かに対して失礼に聞いてしまっていることもあると思います。なので、このような聞かれたくない質問に対してネイティブはどうやって交わしているのか、今日はいくつかご紹介していきたいと思っています。まず一つ目、はじめに紹介するのは軽く笑って流すです。例えば、なんか太ったねと言われたら、あははとか、お子さんはいるの？あーへへとかですね。笑ってごまかすという方法です。この方法では空気を壊さないというメリットがあります。ただ、この方法では相手は嫌な質問したということに気づかず、さらに何ごまかしてんのみたいな感じでもう一回追加で質問されてしまったりすることがあります。自分にダメージが来るので気をつけてください。二つ目、今の笑うに追加して少しだけぼかす返しを入れてみましょう。例えば、なんで転職したのと言われたら、あはは、ちょっと環境を変えたくて、どの辺住んでるの？近くだよとかですね。もちろん笑わなくても、結婚はいずれですね。今仕事が楽しいので、今お給料いくらもらってるの？生活できるぐらいです。とか、詳しく言わなくても、形だけなんとなくこれぐらいとかで答えることもできます。相手から聞かれたことに必ず本気で本当のことを答える必要はないんです。ちょっとぼやかしに近いんですが、少しユーモアを入れる方法もあります。例えば、年齢はと聞かれて、気持ちは若いんですけどね。とか、結婚してるのに対して、秘密です。内緒です。とか、太ったねに対して、いや、幸せなんですよね。とか、体重はいくつなの？ 40 キロ以上100キロ未満ぐらいですかね。とかですね。こんな感じでユーモアを入れて返す方法もあります。3つ目。少し話題を変える方法をお話しします。ところで、最近忙しいんですか？ああ、そういえばこの近くにおすすめありますか？とかですね。日本語ではこのような話題の切り替えはとても自然に行われています。ちょっと嫌な話題だったのかなと思ったり、気づいてもらえたりすることもあるので、使いやすいと思いますよ。4つ目、聞き返すというやり方。恋人いないの？と聞かれたら、一人ぼっちで寂しいと思ってる？とか、そっちはどうなの？とかですね。自分のことを聞いてほしいから聞いているという人もいるので、聞き返すこともありです。5つ目、しらばっくれるという聞かれたことに対して、忘れちゃった。
何だったかな、そうでしたっけなど質問に合わせてとぼける方法もあります。6つ目、最後に本当に答えたくないし次回からも同じような質問をされたくないという場合、その話はちょっとごめんなさい、その話はあんまり話してなくて個人情報なので言いたくなくてのようにはっきりとそれは失礼なのでとか言っていませんが、この言い方で大抵の人はこの質問はもうしてほしくないんだなということが伝わります。ここまでどうでしたか？日本でははっきりノーと言わない文化があるので断り方が難しいですよね。でもそれは全部受け入れてくださいという意味ではありません。嫌なことがあった時は伝え方によって境界線を作ることもできます。ネイティブでもこの人にはこれ以上話したくないなという時には同じようにこのやり方を使ったりしますよ。日本の文化の理解というのはとても大切ですが、皆さんが安心して生活できる方が大切ですよね。日本語を勉強することで仕事や日本の人とのコミュニケーションを楽しむことができます。ですがそれだけではなくて、実は日本語をしっかり勉強すると日本でのコミュニケーションの時に自分の身を守ることができますよ。今日の動画が役に立ったと思ったらいいねやチャンネル登録お願いします。皆さんが日本旅行や日本に住んで困った経験があったらぜひシェアしてくださいね。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。